こんにちは、ミッキーです。今回は2025年夏最新の東京カフェ&グルメ6選としてご紹介します。旅の始まりにも日常のご褒美にも、東京駅は今ここだけの味が集まるグルメタウンとして進化を続けています。老舗果物店の限定モーニング、行列のできるこだわりラーメン、ここでしか頼めない限定モンブラン、アメリカンなボリュームランチやパンを主役に楽しむディナー、そして摩天楼を望むレストランのひとときまで、今回は2025年の夏、東京で楽しめる限定メニューや特別な体験を現地からレポートします。ぜひちょっと特別な駅のグルメ旅をご堪能ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは、東京駅直結の大丸東京店の3階に佇みます果物好きの心をくすぐるフルーツの楽園、京橋千疋屋フルーツパーラーです。ここは1881年創業の老舗フルーツ専門店、京橋千疋屋が手掛けるカフェ。こちらのフルーツパーラーでは、まるでアートのように美しく、果物の一番美味しい瞬間を生かしたスイーツを楽しむことができます。この大丸東京店の地下1階にもフルーツショップがありまして、そちらでも上質な果物を購入可能。贈り物として購入する方も多いようです。一方、こちらの3階フルーツパーラーでは、天井が高く明るく開放感たっぷりな空間でフルーツを楽しむことができます。ゆったりと流れるようなバラードの BGM に耳を傾けながら時間を忘れて過ごすことができます。また、自然光を差し込む東京駅の空間を楽しむことができますので、天気がいい日にはさらに抜群な雰囲気になります。全席禁煙ですけれども、83席の広々とした空間はキャパシティも多いので、混雑していることが多いんですけれども、入ることも容易に感じます。ただ、平日であっても開店直後から多くの人で賑わいますので、お気に入りの席、特に窓際を試したい方はなるべくお早めに訪れることをお勧めしています。さて、そんな京橋千疋屋フルーツパーラーさん、スイーツはもちろんのこと、サンドイッチやランチメニューまで全てにフルーツの魅力が生かされています。特に人気なのはマスクメロンパフェやフルーツパフェ。香り、甘み、ジューシーさ、全てが格別なそちらのメニューも機会があればぜひ試してみてほしいです。その中、この日に注文しましたのは午前10時から11時半まで限定のモーニングセットのワッフル。アフタヌーンティーのように2段のスタンドで登場するセットは非日常感を演出。下の段にはフルーツとアイスが贅沢に乗ったワッフル、上の段には美しくカットされた季節のフルーツ盛り合わせが提供されます。上の段のフルーツはどれも完熟で、さすが千疋屋となるような美味しさ。ドリンクはコーヒー、紅茶、リンゴジュースから選べるのも嬉しいポイントです。そして下の段にで提供されましたのはワッフル。アイスとクリームの甘さ、果物のフレッシュさが絶妙にマッチして、まさに贅沢な朝のご褒美としていただくことができました。ランチタイムになりますと、国産牛のローストビーフサンドだったり、フルーツサンド、アボカド×スモークサーモンサンドなど軽食も充実しています。ぜひ日常の様々なシーンでご利用ください。続いては、行列のできる人気ラーメン店、金田。東京駅直結、切手丸の内の地下1階にあります煮干しベースのあっさり系ラーメンと土鍋ご飯が人気のモダン和風ラーメン&蕎麦屋さん。瀬戸内産の5種の煮干しを使ったスープは、魚介の旨味がじんわり立つような淡麗な味わい。落ち着いた木目のカウンター席で味わう一杯は、旅や仕事の途中のほっとする時間にもなります。店内には海苔、生卵などの無料トッピングも並び、自分好みの味にカスタムできるのも魅力の一つです。さて、そんな美味しさには秘訣があります。太い平打ち麺も冷製そばも楽しめる点。いずれも自家製と思わせるような風味と歯ごたえが秀逸。
特に金田麺に関しましては、平たい形状がスープを抱え込み、魚介スープとベストマッチするような味わいです。そんな麺を楽しみつつ、ご覧のような卓上トッピングも充実。好みに合わせたカスタマイズが自由自在になっていますので、ぜひそういった部分も楽しんでみてほしいです。さて、まず注文しましたのは、金田麺と黒毛和牛ご飯セット。こちらは人気ナンバーワンの定番セットで、幅広くて平たいうどんのような太麺が特徴。つる、もちとした食感を楽しみながら、コク深い煮干しスープに絡めてズズッと味わえます。特筆すべきは黒毛和牛ご飯との相性。程よい小ぶりサイズのご飯にほんのり甘辛く味付けられた A5 ランク黒毛和牛が生卵や海苔と一緒にすき焼き風に仕上げますと、口の中でとろけるような至福感が広がります。さて、もう一つ注文しましたのは平打ちざるそば &A5 ランク黒毛和牛ご飯。さらに冷製スープを追加してダブルスープで注文しています。さて、こちらのメニューは麺好きに特に人気のセット。冷たい平打ち麺をざるそばスタイルで提供し、しっかり締められてプリプリの歯ごたえと小麦の香りを感じることができます。つけつゆはキリッとした醤油だしで麺をくぐらせるとさっぱりとした旨味が広がり、冷製スープのダブルスープにも対応しています。この暑い夏でもペロリと食べられるような涼しさを感じるような一皿になっています。もう一つダブルスープとしていただきました冷製スープに関しましては、ざるそばのつけ汁を冷製スープでダブルにできるサービス。冷たく爽やかな出汁が追加されることで、最初の一すすりからクールな余韻が響き、最後まで味に変化をつけつつ完食することができました。そんなスープに関しましては、5種の煮干しをベースにした重くなりすぎない旨味と透き通るような後味。冷製でも温製でも絶妙な仕上がりになっていますので、ぜひそのスープ自体も楽しんでみてほしいです。続いてご紹介しますのはブルディガラというパン屋さん。日常生活を少しだけ上質にをコンセプトにパン好きを魅了し続けるブルディガラ。そのフラッグシップ店とも言えますブルディガラ東京は、東京駅構内のグランスタ東京に位置し、通勤客から観光客まで幅広く支持されています。そんな東京駅構内のお店なので、例えば JR で東京駅を訪れる方は改札を出る前にぜひ足を運んでみてほしいです。本店は広尾にあるんですけれども、全国に10店舗以上を展開する人気ブランドブルディガラ。食べログパン東京100名店2022にも選出されています。2024年の秋にはパティスリー専門店も併設され、ますます注目を集めているとのことです。後でご紹介しますけれども、イートインスペースもあって、店内ではこだわりのパンや焼き菓子、ドリンクを気軽に楽しむことができます。出勤前の朝食にも、移動の合間のカフェタイムにもしっかり対応できる長めの営業時間も魅力。カウンター席には電源もついていますので、長居はできないんですけども、軽く充電する程度なら問題ないかなと思います。さて、そんなブルディガラのパンはフランスの伝統製法に基づき、厳選された小麦粉やバターを使用した本格派。定番のクロワッサンは外はパリッと中はしっとり。パリの街角を彷彿とさせるような焼き色と香りが食欲をそそります。デニッシュは季節のフルーツや自家製クリームを使用した華やかな見た目と豊かな風味が特徴。ライ麦パンや全粒粉を使ったハード系のパンも豊富で、食事パンとしても好評とのことです。さて、そんなブルディガラ。実はこちらのブルディガラ東京でおすすめなのは、自家製和栗クリームのモンブラン。ここだからこそ楽しめるような注目のメニューで、テレビでも複数回ご紹介されているようです。モンブランはラム酒を染み込ませたブリオッシュにカシスの酸味が効いたソース、そして濃厚な和栗クリームという絶妙な構成。レモン果汁が後味を引き締め、最後まで飽きずに楽しむことができます。そして忘れてはならないのがドリンクメニュー。今回はまろやかな味わいのカフェオレをいただいているんですけども、アレンジメニューのカルダモンチャイなど、買い物や移動の合間にもぴったりなので、ぜひ気になる方はそちらを注文していただければと思います。続いてご紹介しますのはバビーズ八重地下。1990年にニューヨークで誕生したパイ専門店をルーツに持つアメリカンダイナーの日本第3号店です。日本にいながらアメリカの伝統的な家庭料理を提供しているこちらの店。
東京駅直結の八重洲地下街にありまして、暑い日も雨の日にも快適に訪れることができます。柔らかな雰囲気を感じるようなこちらの店は、左側がテイクアウトコーナー、そしてこちら右側がレストランの入り口になっています。中に入りますと、木のぬくもりに包まれた広々とした店内はアーティスティックな絵があったり、様々なテイストのカラフルな額縁が飾られまして、まさにアメリカの伝統的な家庭をイメージするような雰囲気。そしてテーブルにはアメリカンダイナーらしく、ハインツのケチャップ、そしてマスタードも置かれています。ゆったりとした空間なので、一人でも気軽に立ち寄れるのが嬉しいポイントです。さて、フードメニューはどれも本場アメリカを感じるような豪快さ。特に 100% ビーフパテを使用したバーガーは人気の一品です。ベーコン、チリビーンズ、アボカドなど豊富なバリエーションが揃っていて食欲を刺激します。また日本ではなかなか見られないような珍しいメニューもありますので、ぜひ気になるものがあれば積極的に注文してみてほしいです。本場アメリカでトレーニングを受けたといいますピットマスターと呼ばれるバーベキュー料理人がじっくりと長時間かけて仕込み、豪快に焼き上げてくれる本格派バーベキュープレートやフライドチキンサンド、珍しいトマトベースのマンハッタン風クラムチャウダーを楽しむこともできます。そしてバビーズといえばやはり手作りのアメリカンパイ、シナモン香るアップルパイは代名詞とも言えるような一品です。さてこの日はまずバビーズバーガーというものを注文しています。ハンバーガー自体も美味しいんですけども、このサクッと揚げたような細身のフライドポテトもとても美味しかったです。そして食後にはこちらアップルパイとバニラアイスクリーム、そしてコーヒーを注文しています。たっぷりマグカップに入ったコーヒーはもちろんのこと、自家製レモネードなどカフェメニューも豊富なので気になるものを注文してみてほしいです。さてこちらのアップルパイ、リンゴの自然な甘さとシナモンの香り、バニラアイスの冷たさが絶妙にマッチして、まるで映画のワンシーンのような味わい。食べ応えはあるのにどこかホッとするような優しい美味しさでした。そしてワンホールに生のリンゴが15から17個も使われているという贅沢さには驚きました。続いてご紹介しますのはポアン・エ・リーニュ東京ミッドタウン八重洲店です。東京駅直結、2023年3月に東京ミッドタウン八重洲の1階にオープンしたポアン・エ・リーニュ。パンの美味しさと薪火料理の魅力を掛け合わせたベーカリー&レストランです。新丸ビルの1号店、神田スクエアの2号店、それらは過去の動画でもご紹介してるんですけども、こちらは待望の3号店として登場。カフェとしてもレストランとしてもフラッと立ち寄れるパン屋さんとしても楽しめるようなマルチな魅力を持つ一軒です。店内は自然光が3面から差し込む開放的な空間。イタリアのトゥーファ石や古い材木、黒革鉄を使ったシックで落ち着いた内装にショッキングピンクの壁が大胆なアクセントになっています。どこを切り取っても絵になるような空間はランチやディナータイムだけでなくてカフェタイムにもぴったり。さて、やはりポアン・エリーヌといえば有機素材にこだわった香り高いハード系のパン。小麦やナッツ、ドライフルーツはもちろんのこと、保存料、添加物、卵は不使用です。日本のフードに合う独自の製法でしっとりもっちりと焼き上げたパンはパサつきのない絶妙な食感でファンも多いとのことです。さて、そんなポアン・エリーヌさんで今回はディナータイムに訪問、アラカルトでいただいています。実はポアン・エリーヌさんの魅力は料理だけではありません。ドリンクにもこだわりがぎっしりと詰まっています。ご覧のようなビールに加えてソムリエ厳選の100種類以上のワインも楽しめます。20種類以上のワインが楽しめるような飲み放題もありますので、お酒が得意な方はそちらを注文するのもいいかもしれません。さて、まず注文しましたのは定番のパン食べ放題。相性抜群の自家製ホイップバターも添えています。パンは温かいまま提供され、しっとりもっちりとした食感に滑らかな風味かつ豊かなホイップバターが溶け合いました。パンのおかわりはご自身でこのバケットを持っていただいて追加することもできますので、ご自身のタイミングで好きなだけ楽しんでいただきたいなと思います。さて、そんなパンの他にもいろんなメニューを注文しています。まずはこちら、イタリア産生ハムとサラミの盛り合わせ。贅沢にサラミ、そして生ハムの魅力を感じることができました。この後、徐々に様々なメインメニューをご紹介していくんですけれども、こちらの店舗では薪火料理が大きな魅力。
火のぬくもりと遠赤外線で素材そのものの味を引き出したお料理はどれも香ばしくて力強く、それでいて繊細。しっかりと食べたい日にも軽くつまみたい日にも頼もしい存在です。さて、こちらは国産牛イチボのローストビーフ熟成果実醤油でといったメニューです。続いては本日の鮮魚、巻き火焼きブールノワ Z と大葉ピストゥというメニューです。本日の鮮魚に関しましては、その訪れたタイミングごとで値段も違ってきますので、ぜひ店員さんに聞いていただいて注文してみてほしいです。高級感のあるお皿に盛り付けていただいて、見た目からも気分が上がるような、そんな一品でした。そして最後は、迫力満点の岩中豚星付きロース肉の 500g です。500g ということで、ボリューム相当あるかなと思ったんですけども、意外と食べやすくいただくことができました。見た目にも美しく、一皿一皿に香ばしさと旨味がぎゅっと詰まっていまして、巻き火がこれまで料理を変えるのかと、まさに感動の連続でした。そして締めくくりは The Upper。 東京丸の内テラスの9階と10階2フロアに広がる The Upper は、東京ニュークラシックレストランをコンセプトにした新感覚のレストラン&バー。先日選出されました食べログホットレストラン2025の受賞店でもありまして、伝統と革新が絶妙に混じり合う空間、世界水準の料理とカクテルを堪能することができます。さらに世界の評論家からも高評価、ミシュランガイド東京2025のセレクテッドレストランにも選出されています。東京駅といえば数々の名店が並んでいるんですけども、その中でもひときわ輝きを放つような店舗になっています。10階は明るい自然光が差し込むカジュアルなレストランエリア、緑豊かなテラス席では都会の喧騒を忘れるような非日常感が待っています。そんな The Upper でこの日はディナーコース8000円のコースをいただいています。こちら実は2時間フリーフロー付きのビアテラスプランというものなんですけれども、夏の季節にありがちなゲリラ豪雨の懸念があったので、事前にお店の方から電話をいただきまして、今回は店内で楽しむことができました。そういった配慮もとても素晴らしいです。さて、そんなビアテラスプランでまず最初にいただきますのは、付け合わせのパン、そしてグリーンサラダ、加えてコンパーニュやパテを中心としたシャルキュトリー盛り合わせに加えてスモークサーモンもいただけます。これらは一斉に提供していただくことができますので、少しずつ取り分けながら複数人でいただくことができるような、そんなところも魅力的です。そんな数々の注目メニューを提供する The Upper。 キッチンを率いるのは2022年のアジアベストレストラン56位にも輝いたレストランラシームで働くシェフ高田さん。料理はリヨンの伝統をベースに、あえて日本人向けに薄すぎず、本場そのままの味わいを追求。特にサーモンのマリネや鮮魚のムニエル、焦がしバターソースは香りと酸味のバランスが絶妙で、食通もうならせるような完成度です。さて、こちらはフレンチフライ。メインの炭火焼きグリルビーフに添えられて少しずついただくことができます。そしてこちらが炭火焼きグリルビーフ。しっかりとした火入れと香ばしい焦げ目がビル群の夜景とマッチするようなディナーシーンを演出します。そしてデザートに注文したのは名物スイーツ東京モンブラン。メレンゲの器が崩れるたびに広がるクリームのリッチな口どけ。見た目は球体でまるで鳥かごのような造形。伝統的な栗のモンブランとは一線を画し、季節の素材やテーマに合わせた東京らしい新たなモンブランとの実現です。さて、今回の特集はここまで。アフタートークでは皆さんが好きな駅についてお伺いしつつ、私の方でも好きな駅をご紹介できればと思います。まずはラップアップ。今回の特集からも象徴されるように、東京駅といえば日本全国にある店舗ですら東京駅限定メニューがあるのが特徴的。お店の名前だけは知ってるんだけども、実は東京駅の店舗だからこそ味わえるようなメニューがあるということもありますので、せっかく訪れたけどそのことを知らなかったということがないように、ぜひ過去の動画もチェックしつつ、東京駅限定メニューは例えば Google マップのメモ欄に記載していただくなど工夫していただくと、後悔なく東京を楽しむことができそうです。実際に私も初見では気づけなかった魅力に2回目3回目と訪れる中で気づけることもありますので、そういった情報に関しては後追いでも今後もご紹介していければと思います。さて、ここからはアフタートーク。今回は皆様が好きな駅教えてくださいというテーマです。もちろん私は東京駅特集をしているということもありまして、東京駅も好きなんですけれども、他にも特集でよく登場するような立川だったりとか、横浜のみなとみらい、あとは吉祥寺も好きな駅ではあります。
ただそういった有名な駅でなくても好きな駅皆さんの中でもあるかと思います。個人的には東急世田谷線沿いの上町という駅も好きですし、これも東急沿線になってしまうんですけれども、学芸大学だったり都立大学のあたりの駅も好きです。他には先日初めて訪れました南町田グランベリーパークの駅も個人的には好みだなと感じました。私自身東京の西側で生まれて、今住んでいるところも職場もずっと東京の23区内なんですけども、やはり人が多くてごちゃごちゃしていたりとか、あとは東京特有の多くの人が結構ストレス感じながら街を行き来しているような感じがあまり好きではありません。なので朝のラッシュの時間帯を避けて朝活したりとか、あとは夕ご飯の場合にも少し時間をずらして帰ったりとかしてるんですけども、そんな個人の好みがあるからこそ個人店が多いんだけれども道がゆったりとしていて交通量も少し少なめ、安心して過ごせるようなそんな街が好きだったりします。そういった情報も踏まえつつ、皆さんはどんな駅が好きだというところとか、あとは幅広くいろんなカフェ行ってるのでこの街とかどう思いますかみたいな意見もいただけるとありがたいです。ぜひコメント欄の方を活用していただければと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。